はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日のテーマはこれだ。25,000円以下で、手に入る私のおすすめの電動ミルのご紹介と。よく私が受ける質問を題材にしてですね、お答えしようかなというふうに思います。手引きとかやってらっしゃる方とか、電動ミルをそろそろ検討したいなっていう場合で、最近のね電動ミルっていうのは性能がドーンと上がってきまして、その分価格もバーンと上がってきたんですよね。業務用レベルぐらいのね、ものすごい流度を誇る電動ミルがここ 2,3 年一気に各メーカー出してきたんですね。その代わりやっぱりその価格も上がってきてしまって、なかなか手が出ないと。上位ランクの電動ミルが目立っている中で、実はですね、もうちょっとコストが抑えられているんですけど、もうおうちコーヒーでしたら十分性能がいいというね電動ミルというのも実はあるんですよね。私のおすすめする、現時点でのね25,000円以下で手に入る電動ミルというのを題材に今日はやってみたいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。今日ね僕がおすすめするのは全部で4台になりますね。本当低価格のものになってくるとプロペラ式っていうねものがあったりとか、その場合ちょっとね流度があまり揃わなかったりしてしまうので、本当に安いものではなくて、ある程度のその性能を誇った上で25,000円以下というね、そういった縛りでいこうと思います。まずですね、最近私も動画で紹介したばかりで、この中では一番新しいタイプなんですけども、こちらファミテックのボールド高温式コーヒーグラインダーという動画でもやりまして、概要欄の方にねこちらの詳しい説明動画を貼っておきますので、気になった方はそちらをぜひご覧いただければと思います。こちらね価格が、今ですと税込みで15,900円ですね、現時点で。いわゆるこのコードがついているので、電源に挿していただいて置いて引くタイプの電動になってるんですね。なので持ち運びというのはちょっとあんまりできないかなという感じなんですけども、いわゆるコニカル刃と呼ばれるものなんですね。よく見るねこういった感じの刃、コーン式の刃というものを搭載しています。ステンレスバーですね。流度をね結構揃えてくれて、微粉も比較的少ないという感じの電動ミルですね。でレンジとしましては、私が試した感じですね、手動のエスプレッソフレア、プロ2で試した感じ、このファミテックの場合は一番細い引き目、でやると十分ね対応できるというぐらい、細めに引くことができますね。電動ミルというのはレンジがある程度決まってるんですね。つまりその粗挽きに強いのか細挽きに強いのか、もしくは真ん中に強いのかというので大体その分かれているんですけども、このファミテックボールドに関してはどっちかというと細挽きの方に強いのかなという印象になってます。家でエスプレッソなんかをたまにやるよと。でもドリップもやりますと。で基本家で楽しむよっていう方にはこのファミテックは向いてるんじゃないかなという機種になりますね。でこうやってね外すこともちゃんとできますので、ブラシで清掃もしやすいかなと。で私がおすすめする1台目はこちらのファミテックですね、になりました。では2台目のご紹介です。こちらですね、以前からおすすめしている機種なんですけども、レン研ぎ澄ますという名前のね、面白い名前のね電動ミルになりますですね。結構コンパクトですよね。なんですけど一応こちらね電源をつないでいただいて使用するタイプのものになってます。パールホワイト標準タイプというものですね。こちらこれはエスプレッソ、範囲が広いですね。エスプレッソ用にも対応してますし、もちろんドリップ用、そしてフレンチプレス用までねいけるかなという感じですね。で価格としては税込みで今現在17,823円ぐらいで、購入ができるということで、2万円切ってますよね。これはステンレス刃ではなくてセラミック刃を使用してます。
なんですけど、この電動ミルに関しては僕はね結構おすすめできるんですよ。セラミックはセラミックで実はいいところがあるんですよね。まず一に考えられることは衛生面、水洗いができるんですよね、歯が。なのでそういった面では綺麗好きの方とか、しょっちゅうねこう清掃にもしっかりやりたいという方にはね、セラミック歯っていうのは結構おすすめなんですよ。でさらに言えば、その粒度を揃えてくれたり、あと微粉っていうね心配があると思うんですけども、このレン研ぎ澄ますのこの電動グラインダーはね結構ね優れてるんですよ。引き目としましてはこの1から17って書いてますけど、もうほんとね細かく引けるので、もうこの3ぐらいで、その先ほど出たフレアのこう手動のエスプレッソマシンでもこの3ぐらいでね対応できるんですよ。細引きもかなり細く引けるタイプになっております。分解がね10秒ぐらいでできちゃうぐらい簡単にできちゃいます。以前ねそれも動画に収めてますので、ぜひね概要欄見ていただけるとね嬉しいんですけども、もうそんだけ分解が簡単、そしてこのセラミック部分はもう水洗いでジャッとできるので、もう衛生的ですよね。あとね容量も意外とこれあるんですよ。コンパクトに見えるんですけど 70g ぐらいねこれ1回で引けたりするので、意外と大容量になってますね。あと僕がねおすすめポイントとしては、意外と電動ミルの質問たまに受けることがあるんですけど、こう引いてグラインドされた後に落ちるこの粉受けのところにこう斜めにいくタイプっていうのがあるんですね。例えば先ほどのファミテック、これなんかまさしくそうなんですけど、ここから引いて粉受けがここにあるから、こう斜めに廊下があるんですね。なのでここに残る、その廊下に残るコーヒーっていうのが多少やっぱりあるんですよね、こういったタイプっていうのは。にね比べるとこのレン研ぎ澄ますはねストレートにストーンと落ちるんですよ。なので内部に残るコーヒーが少なめっていうふうに言われてるんですね。それも特徴の一つかなと思います。あとは比較的ねこうゆっくり引くタイプなので、例えば摩擦熱を気にされる方とか、そういった方にもね重宝されるかなっていうふうに思うんですね。もうセラミックなんですけど結構僕はおすすめの機種になっております。はい、ではね3つ目、3つ目と4つ目はもう一緒にやっちゃいましょうか。おすすめのね電動ミルをご紹介したいと思います。私はね結構よく使ってる機種ですね。コレスという名前のねブランド名になっております。現在コレスの電動グラインダーの中でおすすめの2機種になってますね。まずねこちらなんですけど、こちらは電源をつなげて入れるタイプのこう置くタイプのものですね。コレス高温グラインダー C の330というそういった機種になってます。でもう一個こちら最近出たばかりですね、ポータブルになった電動グラインダー、こちらはコレスポータブルコーヒーグラインダー C350 という機種になっております。今回ねちょっと25,000円っていう線をねこう引いたのは、これの、ね、C330 もかなりおすすめだったので、これを入れるために25,000円以下というふうにしたんですけども、やっぱりねどうしても2万円を超える機種っていうのはそれなりに理由がやっぱ出てくるので、あえてね今回はこれも組み込みました。まずこの C330 なんですけど、ステンレスのね高温式の刃が入っております。で特徴的なのはこの分解はねこっちもねすごい楽ですね。こういうふうにね分解していけるんですね。でグラインドユニット、これもこう簡単にねカチャッと外すことができるんですよ。これってのは結構大きいんですよね。でごめんなさいちょっと清掃してないですけどこういったステンレス刃が搭載されてます。コレスの場合は国内にねちゃんと技術者さんがいるんですよ。なので例えば何かあった時っていうのは対応は早いかなというふうには思いますね。こちらの刃がちょっとダメになってきた時は一応こちらのグラインドユニットも交換できると、買うことができるということなので、それも強みかなというふうには思います。僕個人的な見解にはなってきますけど C330 の場合、先ほどからね出ているフレアのエスプレッソマシンでやった時に、僕がねやった時は一番細かい設定でやった時にねどうしてもちょっと緩かったんですよね。なので引き目が極細パウダーのエスプレッソマシンだと若干ちょっと緩くて難しいところがあるかなっていうのは正直なところです。その代わりドリップ方面からフレンチプレス方面、これはねすごい能力が発揮します。もうね業務でも十分使えるんじゃないかなというレベルに達してる
グラインド能力を持っているので、自宅で使う、そしてドリップが結構こだわってやりたい、そしてフレンチプレスぐらいまでの粗挽きにも対応している、そして清掃もしやすいと。でそういった時にはこの C330 というのがね結構候補に上がってくるとは思うんですよね。ちなみにですねこちらの C330 は、今現在ですね税込みで 24,200 円というね価格になってますね。はい、では一番最後ですね4つ目はこちらのねコレスの C350 になりますね。これはもう見た目から分かりますよね。ポータブル系で、USB でこちらね C タイプで充電ができるタイプになってますね。これも動画撮ってますので概要欄からぜひね気になる方は見てください。これはねなんたってコンパクトなんですよね。よくできてます。こうやってもう粉受けをこういう風にこう出すことができて、もう中はねステンレスバーのコニカルバーになってますので、引き目もねすごくもう粒度も揃えてくれますし、比較的ね微粉も少ないと。でこんだけポータブルなので、もうこれはまさにねもうアウトドア系によく行かれる方なんかにはすごいおすすめですけど、価格はですね現時点では税込みで17,600 円ぐらいで、購入できるぐらいですね。コンパクトにこう収納できますし、なんかこう気軽にねパッと出してパッと使いたいよとか、そういうタイプになってますね。今ねなかなかこれだけコンパクトで高性能で、比較的ね価格も抑えられてるっていう電動グラインダーってあんまり他にないんですよ。以前はねいくつかあったんですけどね、なのでね結構これもおすすめです。皆さんお疲れ様でございました。今日はですね25,000円以下でコーヒーサムライがおすすめする、現時点でね2023年のおすすめ電動グラインダーというねテーマでやってみました。今ね電動ミルを探してらっしゃる方、もう今回の動画がねぜひ役に立っていただけるともう嬉しい限りでございます。駆け足でやってきちゃったので、何かねご不明点とかありましたらコメントねいただけましたら、僕の答えられる範囲でね全部なるべく答えていこうかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライブログ、Twitter、インスタ、TikTok、そしてスレッズですねもやっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。